のささやきの朗読やこれは俺がまだ20代の頃の話だ。今でもあの道の前を通ることができない。思い出すと、あの時の匂いまで蘇る。濡れた土の匂いと古い油みたいな匂いだ。あの日俺たちはキャンプに行く途中だった。メンバーは4人。俺と大学の友人の健太の彼女のまゆ、それから俺の妹の美咲。美咲はこういうのが初めてで、やけにテンションが高かった。星、めっちゃ見えるらしいよ。流れ星見えたら、お願い事どうする？車の後ろでずっとそんな話をしていた。山に入ったのは夕方だった。その時妙なことがあった。山の入り口に小さな売店みたいな建物があって、その前に地元のおじさんが立っていた。おじさんは俺たちの車を見ると近づいてきた。兄ちゃんたち上に行くのか？健太が、はい、キャンプ場です。と答えると、おじさんは少し黙ってからこう言った。霧が出たら夜は走らん方がいいぞ。この山はな、道が変わる。冗談みたいな言い方だった。でも、おじさんは笑っていなかった。いや、一本道だから迷わないですよ。そう言うとおじさんは、はっきり首を横に振った。迷うんじゃない。戻ってこれなくなるんだ。その言い方が妙に気持ち悪くて、車に戻ってからもしばらく頭に残っていた。キャンプ場に着いた頃には、もう暗くなっていた。夜の山は思ったよりずっと暗い。音が多かった。虫の声、風の音、木が揺れる音。でも夜の9時を過ぎた頃、急に音が減った。いきなり、シンとした。その代わりに、カラスの鳴き声が聞こえ始めた。夜なのに、カラスが鳴いていたんだ。しかも1羽だけじゃない。何羽も、何羽も。まゆが言った。ねえ、なんか鳴き方変じゃない？確かに、普通のカラスの鳴き方ではなかった。泣いているというより、笑っているみたいな声だった。その夜、美咲が気分が悪いと言い出した。熱はないのに、吐き気がするという。ごめん、車で寝てる。そう言って車に戻った。そしてしばらくして様子を見に行った健太が、変なことを言った。なあ、さっきさ、このキャンプ場来る途中にドライブインあったよな。俺はそんなものを見た覚えがなかった。いや、なかったと思うけど。いや、あったって。桐原ドライブインって看板。まゆも、あ、なんか古い看板あったかも、と言い出した。でも俺はどうしても思い出せなかった。結局、美咲の体調もあるし、その日の夜のうちに山を降りることになった。あの時、やめておけばよかったんだ。山道に入って10分くらい走った頃だった。急に霧が出た。本当に急だった。さっきまで普通に見えていた道がいきなり白くなったんだ。ヘッドライトをつけても前がほとんど見えない。ちょっと、やばくないかこれ。健太の声が少しこわばっていた。スピードを落としてゆっくりと走る。ガードレールがぼんやり白く浮かんで見えた。その時美咲が後ろで言った。ねえ、さっきから同じところ走ってない？
俺は否定しようとしてできなかった。カーブミラー、曲がった木、潰れたガードレール。さっきも見た。ナビを見ると、現在地のマークが道の上じゃないところにあった。山の中の何もないところを指していた。その時だった。霧の中に光が見えた。黄色い、ぼんやりとした光。近づくと建物だった。横に長い、古い建物。看板が出ていた。ドライブイン、桐原。健太が小さく言った。やっぱり、あった。駐車場に入るとやけに広かった。でも、車は一台も止まっていなかった。エンジンを切った瞬間、妙なことに気づいた。カラスの声も、虫の声も、風の音も、何も聞こえなかった。音が何もなかったんだ。まゆが小さな声で言った。ここ、やめない？俺もそう思った。でも、美咲がかなりしんどそうで、少し休ませよう、ということになった。入り口は古いガラス戸だった。すりガラスで中がよく見えない。ドアを開けると、カランと鈴の音が鳴った。その音だけがやけに大きく響いた。店の中は思ったより広かった。古い食堂みたいだった。壁には色あせたメニュー、天井の少し暗い蛍光と、誰もいないテーブル席。でも奥のカウンターに一人だけ女が立っていた。長い髪で顔がよく見えなかった。女はゆっくりと頭を下げて言った。いらっしゃいませ。その声を聞いたとき、なぜか少しだけ安心した。人がいた、と思った。でもその後すぐに変なことに気づいた。店の中の壁に大きな鏡があった。そこには俺たち4人が映っていた。でも、鏡の中の俺たちの後ろに、もう一人知らない男が立っていたんだ。俺は思わず振り返った。でも、後ろには誰もいなかった。もう一度鏡を見る。やっぱりいる。俺たち4人の少し後ろ、黒い服を着た男がうつむいて立っていた。なあ、あの鏡。そう言いかけたとき、カウンターの女が言った。お食事にしますか？その声でみんな鏡から目を離した。今思えば、あの時もう一度ちゃんと見ておけばよかった。俺たちは適当にラーメンや定食を頼んだ。美咲は座ったままぐったりとしていた。店の中は静かだった。静かすぎた。厨房から音がほとんど聞こえない。包丁の音も鍋の音もしない。なのにしばらくすると料理が運ばれてきた。ラーメンの湯気が白く揺れていた。その湯気が妙に重く見えた。煙ではなくて霧みたいだった。健太が小さな声で言う。なあ、この店さ。そこまで言って黙った。視線の先を見ると、いつの間にか店の奥のテーブルに人が座っていた。入ってくるところなんて誰も見ていない。男が一人、女が一人、奥の席に黙って座っていた。二人とも食事はしていなかった。ただ、座っているだけだった。しばらくして、男の方がゆっくりとこっちを向いた。その顔を見て、健太が息を飲んだ。え？男の顔が健太にそっくりだったんだ。髪型も、服も、顔も。でも何かがおかしかった。目だった。瞬きを
全くしていなかったんだ。ずっと目を開けたまま健太の方を見ていた。するとまゆが震えた声で言った。ねえ、帰ろうよ。もう俺も無理だと思った。ラーメンにも誰も手をつけていなかった。席を立って出口へと向かう。ガラス戸に手をかけてその時に気づいた。外の駐車場に車が増えていたんだ。俺たちの車の後ろに車が一台止まっていた。それは古いセダンだった。だけどやけに古い型だった。さっきあんな車あったっけ？誰も答えなかった。その時店の奥から椅子が動く音がした。さっきの健太にそっくりな男が立ち上がっていたんだ。ゆっくりこっちに歩いてくる。コツコツと靴の音が鳴る。健太が小さな声で言った。俺、あいつ知ってる。いや、知ってるっていうか、見たことがある。男は健太のすぐ前まで来て止まった。そしてゆっくりと口を開いた。やっと来た。そう言ったんだ。健太が後ろに下がる。いや、何言ってんだよ。男は少しだけ笑った。霧、出てただろ。だから来れたんだ。意味がわからなかった。だけど男は次にこう言った。次は、お前があっちに立つ番だ。その言葉を聞いた瞬間、入り口のドアがガタッとなった。全員そっちを見る。すりガラスの向こうに人の影が並んでいた。一人じゃなかった。何人もいた。5人、6人。いや、もっといたかもしれない。みんなドアのすぐ向こうに立って中を覗いていた。その影の中にもう一人健太がいた。外にいる健太はドアを叩いていた。開けろ。声が聞こえた。外の健太が叫んでいる。俺を中に入れろ。店の中の健太が真っ青な顔で外の自分を見ていた。その時カウンターの女が静かに言った。順番がありますから。店の中にいる全員が一斉にその女の方を見た。すると女はゆっくりと続ける。霧の日にここに来た人は帰れませんよ。外にいる人が一人入ると、中にいる人が一人外に出ますから。誰も何も言えなかった。だが女は最後にこう言った。だから席が決まっているんです。気づくと店のテーブルの上に札が置いてあった。一番奥の席に小さな札があった。そこにこう書いてあった。健太様。店の一番奥の席に健太様と書かれた札が置いてあった。健太はそれを見たまま動かなかった。顔色がさっきからずっと白かった。外ではもう一人の健太がドアを叩き続けていた。開けろよ。寒いんだよ。早く入れてくれ。ガラス戸が揺れていた。でも誰も動けなかった。するとカウンターの女が静かに言う。座ってください。健太は首を横に振った。嫌だ。俺は帰る。そう言ってドアに向かって歩いた。すると外の健太が嬉しそうに笑った。ガラス越しにはっきりと見えた。外の健太は笑っていたんだ。口が裂けるみたいに大きく。
健太がドアに手をかけた瞬間、店の奥にいたもう一人の健太が言った。開けるな。声は小さかった。でもはっきりと聞こえた。開けたら、お前が外に立つ。健太の手が止まった。奥にいる健太がゆっくりと言った。俺は、お前だよ。去年ここに来たんだ。店の空気が急に冷たくなった気がした。奥の健太はゆっくりと話し始める。大学の帰り、霧が出てさ、この店に入ったんだ。俺たち4人だった。そこで奥の健太は俺の方を見た。良介、お前もいた。心臓がドクンとなった。でも帰れたのは3人だけだったんだ。1人残った。そう、それが今の俺だ。頭の中がぐちゃぐちゃになった。眉が震えながら言う。じゃあ、外にいる人って。奥の健太がうなずいた。次に入る人。入ったら誰かが外に行くんだ。外に出たやつは霧の中をずっと歩く。次の霧の日までずっとだ。その時後ろで椅子が動く音がした。振り向くとカウンターの女がこっちを見ていた。さっきまで髪で隠れていた顔が見えていた。顔の半分が黒かった。焼けたみたいにただれていたんだ。そして歯だけがやけに白かった。女は笑っていた。席が空きましたから。いつの間にか奥の席に座っていた前の健太がいなくなっていた。代わりに入り口の外に影が一つ増えていた。外にいる影は5つになっていた。そのうちの一つがガラスに顔を押し付けて中を見ていた。それはさっきまで奥の席にいた健太だった。じゃあ、次は。女がゆっくり店の中を見渡した。そして、俺の方を見た。次は、あなたです。背中が凍った。嘘だろ。俺、何もしてないよ。女は首をかしげた。霧の日に、ここに来ましたよね。それで十分です。外を見ると、俺の車の後ろに車が何台も並んでいた。古い車、錆びた車、窓の内側から誰かが叩いた手の跡。その中に見覚えのある車があった。俺の車と同じ車だったんだ。もちろんナンバーも同じだった。その車の運転席に誰かが座っていた。でもよく見ると、それは俺だった。そして外の俺がこっちを見ていた。そして口の形でこう言った。やっと交代だ。その瞬間、店の中の照明が一瞬消えた。真っ暗になって、次に電気がついたとき、俺は店の外に立っていた。霧の中だった。目の前にはドライブインがあった。すりガラスの向こうに人影が見えた。その中には俺がいた。店の中の俺が椅子に座ってうつむいていたんだ。俺は動けなかった。ドアを叩こうとした。でも体が動かなかった。足が勝手に後ろに下がる。霧の中に道が続いていた。歩きたくはなかった。でも体が勝手に歩いたんだ。俺は霧の中をずっと歩いた。どれくらい歩いたのかはわからない。だけど気がついたら朝になっていた。俺は山の入り口のところに立っていた。
あの最初に会ったおじさんの売店の前だった。おじさんは俺の顔を見ると何も驚かなかった。ただこう言った。戻ってこれたのか。俺は震えながら聞いた。あそこって何なんですか。おじさんは少し黙ってから、霧の日だけな、帰れんかったやつが休んどる場所だ。次に来たやつと交代するためのな。それから何年も経った。でも今でも霧の日になると思い出す。あのドライブインの前を通るとき、たまに見えるんだ。霧の中に古い建物が見える。駐車場に車が止まっている。入り口の前に何人か立っている。その中には俺がいるんだ。ドアを叩いている。中に入れてくれって、ずっと。思い出すだけで耳の奥がじんと重くなる。あの夜店の洗車機で起きたことは、ただの見間違いでは済まなかった。仕事が終わり、閉店作業をしていた頃だ。店の裏にある自動洗車機が、急にウィーンと起動する音を立てた。電源は切ってあるはずだった。しかも洗車用のゲートがゆっくりと上がり、真っ暗な内部が口を開けたように見えた。最初は機械の誤作動だと思った。だけど次の瞬間、洗車機の中からパシャッと水の弾ける音が聞こえた。誰かが入っているみたいだった。俺は恐る恐る近づき、入り口の横にある手動停止ボタンを押そうとした時だ。内部の照明がふっとつき、白い光が奥を照らした。そこで見えた。ブラシの影に人影が立っていた。こちらに背を向けて首を少し傾けた姿勢。シャワーの水を浴びながら全く動かない。俺は息を飲んだ。閉店後に敷地に入れる人間なんていない。鍵は俺が閉めている。誰だ？声は出たのに、喉の奥がしびれたように震えていた。返事はない。ただ人影は洗車機の奥に立ったまま、少しも揺れなかった。もし客なら止めないといけない。そう思って一歩踏み出した瞬間、内部のブラシがゆっくりと回り始めた。ゴー、ゴーっと鈍い音。人影の周りをなぞるようにブラシが回っても、その影は倒れなかった。体を支える素振りすらしない。あまりに不自然だった。照明が再び明滅した。その一瞬、影の頭がゆっくりこちらへ向いた気がした。心臓が跳ね足が止まった。明かりが戻ると、影の姿がわずかに手前へ移動していた。まるで一つ分だけ近くに寄ってきたかのように。奥に立っているはずの影の足元から水が手前の床へゆっくりと流れ出している。その水が影の形を縁取るみたいに濃く伸びてくる。このまま近づいたらまずい。そう思った瞬間、洗車機のゲートが突然ガシャンと閉まった。視界が途切れ、影の姿は見えなくなった。だが、ゲートの向こうで続いていた音だけが恐怖を倍増させた。中で水が跳ねる音、ブラシが濡れた布を叩く音、そして、カン、カン、カン。ゲートの裏側を指の関節で軽く叩くような音。まるで中にいる誰かが外へ出ようとしているみたいに。ゲートの裏側を叩くカン、カンという音は一定の間隔で続いていた。金属越しに伝わるその振動が足元までじわじわ響いてくる。俺は迷った。開けるべきか閉じたままにすべきか。
ただあの影が人ではないとうすうす感じていた。もし本当に客だったなら、叩く力はもっと強いはずだ。あんな乾いた軽い音ではない。店内に誰もいない閉店後、洗車機の中に勝手に入る理由なんてない。それに影の異様な動かなさ。水の中でも倒れない姿勢。どれも人間のそれとは違っていた。覚悟を決めてゲートの横の操作盤を見ると、非常停止ランプだけが赤く点滅していた。通常ならランプがついた時点で内部は停止しているはずだ。だが中からはまだブラシの回転音が聞こえる。何かがおかしい。停止ボタンを押した瞬間、内部の音がピタリと止まった。叩く音も消え、洗車機の中は急に静まり返る。数秒だけ沈黙が続き、その後ゲートの下の隙間から冷たい水がスッと流れ出してきた。ただの排水ではない。温度が異様に低い。さっき見た影の足元が形になっていた水と同じだ。嫌な予感のまま、俺はしゃがんで覗き込んだ。ゲートの向こう、そこに黒い影が真下からこちらを見ていた。ただの影ではない。水に濡れた紙の塊が床に張り付き、その隙間から覗くように黒い穴のような顔の位置があった。俺は反射的に後ずさった。ゲートの隙間から影が少しだけ動き、濡れた手の形をした水の跡が床に広がった。怖くなり、近くの道具棚にあった懐中電灯を掴んだ。明かりをゲートの下へ向けて再び照らした。だがそこにはもう影はなかった。水だけがゆっくりと奥へ引いていく。心臓の鼓動が耳の中で爆音のように響いた。それでもこのまま放置するわけにはいかない。他に誰が残っているわけでもないし、確認しないと気が済まなかった。ライトを握りしめ、操作盤の手動開放を押した。ゲートがゆっくりと上がり、洗車機の内部があらわになった。ブラシは停止したまま、シャワーのノズルからは水滴が落ち続け、床に波紋を作っている。しかし影はいない。本当に見間違いだったのか？そう思って一歩踏み込んだ瞬間、背後でゲートがガシャンと大きな音を立ててしまった。反射的に振り返ると、閉じたゲートの反射に自分の背中とは別のシルエットが立っていた。しかも、それはゆっくりと俺の頭の方へ顔を寄せてきていた。ゲートに映ったもう一つの影は、俺の背後に張り付くように立っていた。顔は映らない。ただ水気を帯びた黒い輪郭だけが、俺の肩の横で揺れていた。息が止まりそうになった。振り返りたいのに足が固まって動かない。ゲートの向こう側には誰もいない。なのに反射の中だけに影がいる。影はゆっくりと首を傾けた。無音のままこちらを覗き込むように角度を変えていく。ゲートの反射には影の輪郭が強く映るのに、振り返っても実体は見えなかった。いるのにいない。その理解がじわじわと頭に広がり、背筋の奥まで冷えていく。逃げ出そうと後ろへ下がった瞬間、影も反射の中で全く同じ動きをした。俺が一歩下がれば、影も一歩前に寄ってくる。明らかに俺に合わせて動いている。その時、洗車機の天井でノズルがカチリと音を立てた。自動で動くはずのない装置が勝手に角度を変えていたんだ。次の瞬間、冷水のシャワーが頭上から勢いよく落ちてきた。目を開けられないほど強い水圧。声を出そうとしても、口の中まで冷水が流れ込んで息が吸えなかった。必死に顔を上げたとき、ゲートの反射の中の影が変わっていた。
輪郭が俺のすぐ後ろに張り付く。肩に重いものを置かれたような感覚が走る。誰かが水を浴びながら真後ろで顔を寄せている。反射の中で影の頭が俺の首元に触れた。ぞわりとした冷たい感触。息が止まった。影はそこで止まらず、さらに首を傾け、俺の耳元へゆっくりと顔を寄せてきた。水の音しか聞こえないのに、口を開ける動きだけがはっきりと見えた。その瞬間、背後でカンと軽い金属音。洗車機の最奥から聞こえたその音に合わせるように、影が一気に俺の肩へ覆いかぶさるように密着してきた。恐怖で足が崩れそうになりながら、俺は反射の中で影の形を必死に追った。その影は、もう俺の後ろには立っていなかった。輪郭が溶けるように俺の体へ沈み込み、背中の中心から黒い水滴が静かに落ちていく。自分の体温が奪われていく感覚だけが鮮明だった。ようやくシャワーが止まり、ゲートが自動で開いた。その瞬間、影の感触もスッと消えた。だが洗車機から出たとき、足元の水たまりに別の足跡が並んでいた。俺の靴とは違う裸足の足跡が。どこにもいないくせに、確かに洗車機から一緒に出てきた足跡だった。深夜1時過ぎ、人気のない商店街の裏で、揉めている声がする、という通報が入った。現場に着くと、路地は薄暗く、古い住宅の壁が湿ったように黒く見えた。人影は一つだけ。電柱にもたれるかのように、男がうつむいて立っていた。大丈夫ですか？と声をかけると、男の肩が小さく揺れた。返事はない。ただ呼吸だけが不自然に荒い。酔っているのかと思い近づくと、服はどこも破れていないのに腕が泥だらけだった。周囲に争った形跡はない。だが男は動かず、何かを見下ろすように足元を凝視している。こちらから覗いても何もない。地面はただ濡れているだけだった。俺は保護のため署へ連れて行くことにした。腕を支えると、男の体温が異様に低い。季節の気温とは合わない冷たさだった。後部座席に乗せ、ドアを閉める音が夜の路地に響いた。ライトをつけて発進し、バックミラーを覗くと、男は前傾姿勢で長い髪が顔に垂れていた。前のめりのまま微動だにしない。その姿勢が妙に気になり、声をかけようとした瞬間だった。聞き取れないほど小さな音。喉の奥で押しつぶしたような空気だけが漏れるような声。だが確かに後部座席から響いた。どうしました？と問いかけても返事はない。たださっきより髪が大きく揺れている。肩もわずかに震えているように見えた。泣いているのか、それとも
笑っているのか、判別がつかない気味の悪さがあった。交差点を曲がるとき、再びバックミラーに目を向けた。そこで異変に気づいた。後部座席の足元、暗がりの中でもう一対の足が男の足とは別に並んで見えた。二つの足が並んで見えた瞬間、全身の汗がブワッと吹き出した。後部座席に乗せた男は一人。なのに、その足元には男の靴とは色も形も違う影がじっと同じ向きで揃っていた。信号待ちの赤が車内に差し込み、その影がわずかに揺れた。呼吸が止まる。目を凝らして見つめると、人の足のようでいて、関節の向きがどこかおかしい。膝の折れ方があまりにも逆だった。ミラー越しに目を離せずにいると、後部座席の男がゆっくりと頭を上げた。髪が顔から落ちていく。その動きがまるで糸を引かれたような人形のようにぎこちない。だが顔はミラーの角度では見えない。ただ肩の震え方がさっきより明らかに大きくなっていた。何かありましたか？と声をかけると、返事の代わりに音がした。ガサ、ガサガサと後部座席のシートが擦れるような音。だがさっきの男の動きとは明らかに違う。もっと低い位置。床に近いところから響いていた。思わずバックミラーを少し傾ける。視界の端に黒い腕のような影が見えた。男の影ではない。袖もなく輪郭だけが薄く揺れている。まるで闇が人の形をなぞっているだけのような、そんな曖昧な影。その腕がゆっくりと男の肩に触れた。次の瞬間、男がブルッと震え、喉の奥から声を漏らした。やめろ、やめろ。最初の声とは違った。はっきりとした言葉だった。だが後部座席には俺と男しかいない。なのに男は明らかに誰かに怯えていた。信号が青に変わり、車を発進させる。その瞬間、バックミラーに映る影の腕が男の背中に回り込み、ゆっくりと抱きつくように絡みついた。男が突然、無言で大きく口を開いた。悲鳴でも叫びでもない。声の出ない喘ぎの形だけ。そして次の交差点を曲がる手前、ミラーに映る座席を見たとき、俺ははっと
息を飲んだ。後部座席にあったはずの男の姿が影の奥へ沈み込むようにして半分消えた。後部座席の男が半分だけ沈んだ姿を見た瞬間、呼吸が勝手に止まった。シートの中央に落ち込むようにして上半身だけが揺れ、下半身は影の奥に吸い込まれている。まるで座席そのものが別の場所へとつながっているようだった。なあ、聞こえるか？声をかけても反応はない。ただ男の口だけが開いたまま音のない呼吸を繰り返していた。その顔の横で黒い腕がゆっくりと動く。形が曖昧なその影は男の背中を抱くたびに濃くなり、次第に体の輪郭まで帯び始めていた。誰かがそこにいる。だが光には映らない。パトカーは署まであと数百メートル。ここで止まれば何が起こるかわからない。アクセルを踏み込み、交差点を一気に抜けた。その瞬間、バックミラーの奥で黒い影が男の顔を覆った。男の体が痙攣し、影が首の後ろへと滑るように回り込む。まるで中身を引きずり出すような動きだった。ミラーから視線をそらせないままパトカーを署の前で急停車した。ドアを開け後部座席へと回る。だがそこには誰もいなかった。シートには沈んだ跡だけが残り、男が座っていたはずの位置に黒いシミのような影がかすかに揺れていた。触れた瞬間、影はスッと薄れ、アスファルトの闇に溶けるように消えた。無線が背後で鳴った。さっきの保護対象、どうした？通報現場には男なんていなかったって、住民が。耳が熱くなった。息を整えようとしても、胸の奥に引っかかるような違和感がそのまま残っている。俺は署内に戻り、監視カメラの映像を確認した。だが、パトカーが発進した瞬間から、後部座席には誰も映っていなかった。座席の横で揺れていたはずの影も、落ち込むように沈んだ足も跡形すらない。映像にはただの空席が映っているだけだった。だが一つだけ奇妙な点があった。俺の運転する姿の後ろ、光の反射のない黒い何かがガラス越しにずっと俺の背中に寄り添っていた。まるであの路地から連れて帰ってしまったものが今も後部座席に座っているかのように。
あの人形を拾った日の夜から俺の部屋は一人じゃなくなった。深夜山間にある古いドライブインに寄った。帰省中で長距離移動をしており、疲れが限界だった。店内は薄暗く、蛍光灯は半分ほどしかついていない。客はゼロ。街灯の白い光だけがショーケースをかすかに照らしていた。コーヒーでも買おうと自販機へ向かったとき、足元で何かを踏んだ。乾いたパキッという音。拾い上げると小さな古い日本人形だった。髪は乱れ、着物はほつれ、片目だけを閉じている。人形のそばには値札が落ちていた。売約済み、3000円。売れているのに床に転がっている理由がわからなかった。レジは無人で、店員の姿もどこにもない。仕方なく棚の上に人形を戻そうとしたが、そこで違和感に気づいた。棚には全く同じ人形が並んでいた。10体ほど。全部同じ顔。ただし並んでいる奴らは両目が開いている。俺の足元に落ちていた奴だけ片目が閉じていた。胸の奥がざわついた。これは触れてはいけない類だと直感で分かった。そっと棚に戻し店を出ようとした。だが出口へ向かう途中、またパキッと音がした。振り返ると棚に戻したはずの片目の人形が再び床に落ちていたんだ。戻した位置からどうやって転がったのかわからないほど棚から距離がある。気味が悪くなり、レジ前に置きっぱなしだった俺の荷物を取りに行く。しかし、そこで息を飲んだ。荷物の上にその人形が座っていたんだ。さっきまで床に転がっていたはずなのに、誰かが乗せたようにちょこんと置かれている。頭が真っ白になったが、店員を探そうと店内を見回した。店の奥の扉はわずかに開いており、暗闇しか見えなかった。その暗闇を見ていると、不意に背中がぞわりと泡立った。奥から何かがこちらへ視線を向けている。そう確信できる気配があった。俺はもう荷物ごと人形を持ち上げ、逃げるように店を出た。車に乗り込んでロックをかけ、深呼吸をする。ハンドルを握る手が震えていた。なぜあの人形だけが売り場から離れた場所に転がるのか。理解が追いつかないまま走り出した。ただその時はまだ間に合うと信じていた。しかし翌朝部屋の玄関を開けた瞬間、俺は終わったと思った。昨日置いてきたはずの人形が俺の靴の横に座っていたからだ。玄関にいた時点で人形はもう俺の家を知っていた。昨日のドライブインで置き忘れ、二度と関わらないつもりだった。だが、下駄箱の横に座ってこちらを向いているその姿を見た瞬間、思考が凍りついた。髪は濡れたように艶を帯び、片目だけ閉じたまま。だが、昨日よりもその閉じた目が深く沈んで見えた。まるで眼球そのものが奥へ引きずられているような。ありえない。車にも家にも鍵をかけた。人形が勝手に動いて入れる状況ではない。恐怖より先に混乱が押し寄せたが、俺はそのまま人形をビニール袋に押し込み、ゴミ置き場へ持って行った。ようやく終わったと思った。だが終わりはそこからだった。夕方、仕事から帰って玄関を開けた瞬間、足元にコロッと何か硬いものが転がってきた。ビニールを破ったままのあの人形だった。袋は引き裂かれ、手足に細かい擦り傷がついている。ゴミ捨て場まで数十メートルある。誰かが持ち帰ってきたならわかる。だが、それなら玄関のチャイムを鳴らして置いていくだろう。人形の背に貼られていた値札が目に入った。売約済み、3000円。数字だけが昨日より濃くなっている。
そしてその下に細かく震える筆跡で新しく書き足されていた。持ち主、田崎。それは俺の名前だった。全身の血が引いた。札を触っていない。誰がこんなものを書き足した？玄関に置いた瞬間、人形の閉じた目がカタリと揺れた。沈んでいたはずの眼球の奥に黒い穴が覗いていたんだ。嫌な気配に突き動かされ、俺は再び袋に押し込み、今度は車に積んで市街の粗大ゴミ処理場まで運んだ。職員に事情を説明し、焼却ラインに直接流してもらった。人形は炎の中に消えていった。燃える瞬間、閉じていた目がかすかに開いた気がしたが、信じないようにした。家に戻る頃は深夜。もう大丈夫だと心のどこかで無理に思い込んでいた。だが寝室に入った瞬間で終わった。布団の上に人形が座っていたんだ。炎で焼け焦げて、片目どころか顔の半分が炭のように黒く崩れている。そして胸元には焦げた値札が貼り付いていた。返品不可。その裏側に赤い文字で小さく細かく震えるように追加されていた。売り場へ戻れ。何度燃やしても捨てても、この人形は元の場所に戻ろうとしている。だが、もう一つだけ確実なことがあった。人形は俺を持ち主だと認識しているということだ。人形は戻りたい場所を間違えていなかった。俺は震えながら布団の上の人形を見つめた。焼け焦げて形が崩れているのに、なぜか首だけは元の位置に戻っている。閉じた目の方が薄くわずかに震えていた。胸の値札、焼け焦げた返品不可。その裏に書かれた売り場へ戻れ。売り場、ドライブインの店内の棚。そこに戻りたがっている。だが、なぜ俺の部屋へ来る？そんなことを考えていると、部屋の空気が不意に変わった。湿って、重く、まるで誰かがすぐ背後に立っているような気配だった。耳元で髪が擦れる音がした。値札の紙が誰かに引っ張られているような音だった。怖くなって部屋から飛び出し、車の鍵を掴んで外へ走った。深夜の道路を無我夢中で走り続け、例のドライブインへと向かった。山の闇の中に白い街灯がポツンと浮かび、まるで待ち構えているようだった。車を止めて店に近づくと、自動ドアが勝手に開いた。誰もいない店内。昨日と同じ蛍光灯の半分だけがつき、ショーケースだけが薄く光っていた。棚を見た瞬間、呼吸が止まった。人形が10体並んでいる棚、その一番奥に焼け焦げたあの人形が座っていたんだ。まるで最初からそこにいたかのように。だがおかしい。10体のはずが11体になっているんだ。燃やして消えたはずがなぜ増えている？近づこうとした瞬間、棚の下からコトッと音がした。しゃがんで覗き込むと、俺が乗せた覚えのない買い物かごが置かれていた。かごの底には昨日拾った最初の値札が貼られている。売約済み3000円。その横に新しく書き足された赤文字。お支払いは持ち主本人。意味が分かった瞬間、背筋が冷えた。ここへ戻したのではない。ここまで俺を戻させたんだ。人形自身が売り場に帰るのではなく、持ち主である俺を売り場へ連れ戻した。そして、棚の11体すべての人形が、ゆっくりと同じ速度で片目を閉じた。焼け焦げた人形も、棚の奥のやつも、全部同じ動き。棚の上で小さな口が開いた。
声ではなく息のような音が漏れた。帰れ。俺は反射的に後ずさった。だが足が何かにつかまれた。足首に冷たい指が絡みつく感触。しゃがんでみた時にはもう遅かった。棚の下の暗闇から墨のように黒い腕が伸び、俺の足を店の奥へと引きずり込んだ。踏ん張る間もなく体が床を滑った。棚の下から覗く何十もの目。そのすべての目線が俺に合わさっていた。最後に見えたのは、棚の一番手前の人形が胸の値札をこちらへ向けて掲げる姿だった。焦げた紙にははっきりとこう書かれていた。売り場に戻すもの、持ち主。それがこの店の返し方なんだ。俺がそのバスツアーに参加をしたのは、仕事の疲れをどうにかしたかったからだ。早朝の集合場所はまだ薄暗く、参加者たちは黙ったまま順番にバスへ乗り込んでいった。俺も乗客の流れに合わせて席を探し、運転席のすぐ後ろあたりに座った。そこからゆっくり車内を見渡した時だ。最後尾に人影が一つあった。黒い髪の女性が座っている。窓の方に体を向けていて、肩が沈んでいるように見えた。顔はうつむいていてわからない。疲れているのか、休んでいるのか。その時は深く考えなかった。エンジンがかかり、バスはゆっくりロータリーを抜けていく。走り出すと、観光ガイドの落ち着いた声が車内に満ちた。観光地の説明を聞きながら、俺は少しだけ目を閉じた。だがふとした瞬間に、視線が後ろへと吸い寄せられた。最後尾の女は全く動いていない。揺れる車体に合わせて肩が上下するはずなのに、まるで固定されているみたいだった。違和感はあったが、眠気のせいだろうと自分に言い聞かした。実際その後の数時間は特に変わったこともなく、バスは順調に進んでいった。次の休憩所に着いたとき、ガイドが明るい声でアナウンスをした。乗客はぞろぞろと立ち上がり、順番にバスを降りていく。俺も体を伸ばすようにして出口へと向かった。だがふと気になり、最後尾の方に視線をやった。席が空になっている。あの黒髪の女がいない。すでに降りたのだろうか。休憩所の周りで見知った乗客たちを眺めても、同じ黒髪の女性はどこにもいなかった。代わりにガイドが不思議そうな顔で近づいてきた。後ろを気にされてましたけど、どうかしました？俺は軽く笑ってごまかした。いやー、最後尾の女性、どこに行ったのかなーって。ガイドは首をかしげて少し困ったように返した。最後尾ですか？今日は後ろの席、誰も座っていませんよ。その瞬間、軽く風が吹いたわけでもないのに、背中がヒヤリとした。休憩を終えてバスに戻ると、車内にはまだ誰もいなかった。俺はゆっくりと席へ戻り、俺は改めて最後尾を見た。座席の布はわずかに沈んでいるように見えたが、気のせいだと自分に言い聞かした。ガイドが言うなら、最初から乗っていなかったんだろう。そう思うことでしか不安を抑えられなかった。乗客たちが戻ってきて、再びバスは出発をした。走り出すと同時に窓の外の景色が流れ始め、俺は気を紛らわせるように前方だけを見るようにした。しかし、数十分ほど経った頃だ。
背中を軽く押されているような妙な圧を感じた。振り返ると誰もいないはずの最後尾の席で暗い影がゆらりと揺れた。人影というほどはっきりとしていない。だがそこにいるという気配だけははっきりとあった。心臓が強く波打ち、視線をそらした。目が合うのが怖かったんだ。その時隣の席の老人がぼそりとつぶやいた。さっきから後ろ変な音がするんだよ。きしむというよりか誰かが座り直したような音が。俺は答えられなかった。言葉にしたら本当にいると認めてしまう気がしたからだ。バスが参道に入ると車内が薄暗くなり、影がさらに濃く見えた。俺は耐えられずに視線を外の景色へ逃した。山の斜面には落ち葉が積もり、木々の合間から冷たい風が吹きつけている。その時だ。窓ガラスに後ろの席の黒い髪が映った。ありえない。俺の席から最後尾までは距離があり、普通なら映るはずはない。だがガラスにはうつむいた女の横顔のような影が霞んでいた。瞬きをした途端、影はふっと消えた。息を整える暇もなかった。次の瞬間、ガイドが焦った声で前方を指さして叫んだ。すいません。ちょっと急停車します。バスが急ブレーキを踏むように止まり、乗客がざわついた。運転手は前方の道を睨みつけて肩をこわばらせている。さっき、道の真ん中に人が立っていたように見えたんですが。その言葉に車内が静まり返った。外を確認しても誰もいなかった。けれどその場所には妙に濃い霧の帯が漂っていた。運転手はしばらく黙っていたが、やがて低い声で付け加えた。黒い髪の女性でした。俺の胸の奥がヒュッと冷たく沈んでいった。あの最後尾の女はバスの中だけではなく、外の道にも立っていたというのか。そんな疑問が浮かんだ瞬間、また車内の空気が重く変わった。まるで背後から誰かに息をかけられたような湿った気配が漂っていた。振り返る勇気はなかった。それでも気配は確かに近づいてくるように感じた。バスが再び動き出した頃には誰もが余計な話をしなくなっていた。運転手もガイドも前だけを見つめ、乗客たちは息を潜めるように座っている。その静けさの中で俺の背中だけがじわりと湿っていく。後ろから押し寄せてくる気配はさっきよりもはるかに近かった。耳元で何かが擦れるようなかすかな音さえ聞こえた。俺は気のせいだとごまかしたが、車体が揺れるたびにその音もついてくる。逃げ場なんてなかった。ついに俺は恐怖に耐えきれず、ゆっくりと後ろへ振り返った。最後尾の席、そこには黒い髪の女がまた戻っていた。うつむいたままこちらを向く気配もなく、静かに座っている。けれど薄暗い車内で髪の合間から覗く首筋がありえないほど青白く見えた。俺は息を飲んだ。すると女は小さく肩を震わせるようにして、ゆっくりと顔を上げかけた。その時、危ない！運転手の叫びと同時に、バスが急カーブへ突っ込むように大きく揺れた。乗客が悲鳴を上げ、手すりにしがみつく。車体が傾き、ガラス窓がきしむ。俺も前の席に押し出されるように体をぶつけながら、後ろを見た。黒髪の女が立ち上がっていた。揺れる車内の中で、その姿だけが微動だにせず、
まっすぐと前を向いている。次の瞬間、車内モニターが急に光った。真っ暗だった画面がノイズまみれになり、そのノイズの向こうに道の先の映像が映り込んだ。だが映っていたのは道路ではない。最後尾の席だった。モニターの中の席には黒髪の女が座っている。そしてその女はゆっくりと顔を上げ、モニター越しにこちらを見ていた。顔がぼやけていても分かった。それは生きている人間の目ではなかった。運転手が叫んだ。この道数年前に大事故があったんです。最後尾の女性が。言い終わる前にモニターの女が喉を鳴らすように口を開けた。その動きに合わせるように、車内の最後尾の女も同じ角度で顔を上げた。首がありえない方向へ折れ曲がり、髪の間から覗いた顔は人ではなかった。俺は叫ぶしかなかった。その瞬間、バスがトンネルに飛び込んだ。真っ暗な内部に響くエンジン音だけが反響し、窓には誰も映らない。暗闇の中でたった一度だけ背後から細い声が聞こえてきた。さっき降りてないよ。振り返った時、最後尾の席は空だった。だが俺たち乗客は全員気づいていた。空席のはずなのに、誰かがそこへ戻っていった音がしたことに。その席だけシートが深く沈んだままだった。深夜の高速を走るとき、必ず思い出す男がいる。最初に見たのは3年前。夜の2時だった。東北道の小さな休憩所。人気が全くないのに、照明だけは妙に明るくて、トラックを止めると広い駐車枠の隅で、黒い帽子の男がじっと立っていた。二大点検のためにライトを照らして歩いていた時だ。その男は動かない。見ているのか見ていないのかもわからないほど表情が薄かった。ただこちらの動きに合わせるように首だけを少し傾けた。その角度がまるで知っている顔を探しているみたいで気味が悪かった。だがその日は深く考えずに出発をした。だが奇妙なのは次の日の深夜だ。別の高速、別の休憩所。時間も方角も全く違うのに、同じ黒い帽子の男がそこにもいた。姿勢も同じ。照明に照らされて、影が細く伸びたその位置すら、前日とそっくりだった。仕事柄、夜中の走行は多い。それから2週間のうちに5回も見た。会いに行くような距離でも時間でもないのに、必ず立っているんだ。しかも、誰かと話しているところを一度も見たことがない。飲み物を買うでもなく、トイレに入るでもなく、ただ休憩所の端に立っているだけだった。運行仲間にそれとなく聞いてみたことがある。黒い帽子の男、見たことない？帰ってきたのは曖昧な首の動きだけだった。誰もはっきりとは知らないらしい。だが言葉を濁しながら、一人の先輩だけがぽつりと言った。ああ、あいつか。まだいるんだな。その言い方が妙に引っかかった。まるで前から知っていたような、そんな雰囲気だったんだ。だが本当におかしいのは、ある休憩所で、そいつが俺の名前を知っていたあの夜からなんだ。名前を呼ばれたのは、群馬方向へ向かう夜だった。気温も低く、走りやすい日だったが、胸のざわつきだけが落ち着かなかった。理由ははっきりとしていた。
前の晩も、その前の晩も、休憩所の端にあの男が立っていたからだ。どこへ行っても必ずいる。同じ距離感、同じ姿勢。それが偶然で済むはずがないと内心では思っていた。だが目を合わせなければ気づかないふりができる。それくらいの距離だった。問題が起きたのは休憩所に入った時だ。照明が白く地面を照らし、売店の窓が暗いガラスを広げている。トラックを止めてエンジンを落ち着かせながら窓越しに外を眺めていると、いつもの位置に黒い帽子の男が立っていた。近づくわけではない。ただ向きだけが変わっている。まっすぐと俺の方を向いていた。背筋が冷えるような感覚があった。いつもは少し横向きだったのに、今日は真正面。しかも距離がやや近い。ほんの数メートル分。けれどその数メートルが恐ろしく重かった。しばらくエンジン音だけを聞いていた。降りるべきか迷っていたとき、後ろから軽いノック音がした。トラックではなく窓ガラスだった。振り向くと誰もいない。だがもう一度ノックが鳴った。今度は運転席のドアの方から。どうせ風か虫かなんかだろ。そう決めつけようとした瞬間、左側の窓の外に黒い何かがゆっくりと滑ってきた。帽子だった。その下に男の顔。窓のすぐそばに立ち、覗き込むようにして口を動かした。声は小さい。だがはっきりと聞こえた。山口さんですよね。心臓が跳ねた。名前を教えたことなんて一度もない。会社の制服にも名札はないし、トラックのどこにも運転手の名前なんて書いていない。なのになぜ知っている？男は窓に手を添えた。指先がガラスに触れた瞬間、妙に黒ずんだ跡が残った。影のような、すすのような、触れた部分だけが濁る。気をつけてください。次は間に合わないかもしれないので。男はそう言い、ふっと消えるように離れていった。足音はなかった。照明の下に立つ影もいつの間にか消えていた。胸騒ぎが収まりきらないまま、俺は再び走り出した。だが、間に合わないという言葉の意味を痛感したのは、その2時間後のことだった。夜明け前、山間のトンネルに差し掛かった頃、路肩に1台のトラックが止まっていた。ハザードが点滅し、運転席のドアが半開きになっている。事故のようにも故障のようにも見えたが、周囲に人影がない。とりあえず近くまで寄って状況を確認することにした。助手席側に止めてライトを向けると違和感に気づいた。運転席の足元に靴が一つだけ転がっている。だが足跡がない。雪でも泥でもない舗装路だが、人が降りたなら何かしらの痕跡が残るはずだ。俺は無線で会社に一報を入れようとしたとき、コツコツと規則的な音が響いた。靴底がアスファルトを叩くような音。だが歩幅が妙に狭く、リズムが均一すぎる。人間の歩き方ではない。嫌な予感に逆らえずライトを向けた。薄暗いトンネルの中、黒い帽子の男が立っていた。全く動かず、濁った白い照明を背にしてこちらを見ていた。距離はあるのに顔がはっきりとわかる。輪郭が浮いて見えるほど肌が不自然に白かった。次の瞬間、男の右側から何かがゆっくりと地面に落ちた。それは運転手の名札だった。半開きのドアのトラックの運転手。その男のものだと一目で分かった。間に合わないの意味が理解できた。
黒い帽子の男はトラッカーを迎えに来る存在なんだ。どの休憩所にも、どの夜道にも現れる理由がはっきりとした。事故を知らせに来ているのではなく、次を選びに来ている。名前を知っていたのはそういうことだ。あの夜俺は選ばれかけていた。はっと気づいた。トンネルの暗闇で男が少し前に動いた。歩くのではない。滑るように距離が縮んでくる。顔がぶれるほど速いのに足は動いていない。体が固まった。逃げなければいけないのに膝が動かない。その瞬間背後で大型車のエンジン音がはぜた。反射的に振り返ると、向こうから走ってきたトラックがハザードのトラックを大きく避けて通り過ぎていく。ライトが強烈にトンネル内を照らした。黒い帽子の男の姿が消えていた。本当に跡形もなく。震える指で無線を掴んだ。呼吸が乱れているのに、声だけは必死に平然を装った。トンネルに事故車両あり、運転手は見当たりません。応援お願いします。帰ってきた返事の途中、耳元で小さな声がした。次は逃がしませんから。振り返った時には誰もいなかった。だが助手席の窓にだけ黒い手形がくっきりと残っていた。外側ではなく内側に。それを最後に俺は深夜の長距離を降りた。どの休憩所でもあの影が待っているのが目に浮かぶからだ。深夜の帰り道、田んぼの中を伸びる一本の農道を走っていた。街灯は少なく、車のライト以外は何も見えない。左右には真っ暗な田んぼが底の見えない穴のように広がっている。昼間なら見慣れた景色のはずなのに、その夜はなぜか妙に気配が濃かった。窓を閉めていても湿った土の匂いが入り込んでくる。ワイパーも動かしていないのにフロントガラスがうっすらと曇った。その時ライトの先で何かが揺れた。最初はただの棒に見えたが、近づくにつれて形がはっきりとした。農道沿いの稲の端に立つ古いかかしだ。麦わら帽子、藁が飛び出した腕、よれた作業服みたいな布切れ。ただ普通と違うのは、顔が布で覆われているのに、なぜかこちらを見ているように感じたこと。目が描かれているわけでもない。布に穴が開いているわけでもない。それなのに道路の脇に立つそのかかしが、まるで俺の通過を待ち構えているように感じた。胸がざわついた。横目に見ながら通り過ぎようとアクセルを踏む。だが通り過ぎる瞬間、かかしの顔がゆっくりとこちらへ向いたんだ。布の下に骨格があるみたいな硬い角度の変わり方。首があるはずのないかかしが俺の車に反応するように回転をした。思わずブレーキを強く踏んでしまい、車体が揺れた。嘘だろ？今動いたよな。バックミラーで確認しようとしたが、視界の端で何かがおかしいことに気づいた。かかしが道路の反対側に移動していたんだ。さっきまでは左側の田んぼに立っていた。それが今は右側に立っている。距離は10メートル以上離れていて、風で倒れたとかそんなレベルではない。体がこわばった。逃げようとアクセルを踏んだ瞬間、右側のかかしがまたこちらを向いた。布の下で骨のきしみみたいな音がした。ギチ、ギギギと硬い何かがひねられる音。俺は怖くなって視線を前に戻した。
だがその瞬間、心臓が跳ね上がった。なんと前方にもかかしが立っていたんだ。ありえない。一本道だ。どっから出てきた？ライトに照らされたかかしは、布の顔の中央に黒いシミのような跡があり、それが穴のように見えた。その穴がまっすぐ俺の車を見ている。やばい。絶対に止まっちゃいけない。直感がそう警告していた。俺はギアを入れ直し、全力でアクセルを踏んだ。かかしに突っ込むつもりではなく、すり抜ける隙間を探した。だがすぐに理解をした。どの角度から見ても、かかしがこっちを向いたまま動かない。まるで首が回転し続けて、必ず俺を見てしまうように。喉がカラカラに乾き、背中に汗が流れた。この道を抜けなきゃ助からない。そう思って前へ出た瞬間、かかしの腕がゆっくりと上がった。手招きをするように、指のない藁の腕を前へ突き出して。入れ、そう言われた気がした。俺は無意識にブレーキを踏んだ。ライトの中心にかかしが浮かび上がる。首を完全にこちらへ向け切っている。ここでやっと理解をした。あれは鳥よけではない。人間を呼び込むために建てられたものなんだ。かかしの腕がまっすぐこちらへ向いたまま微動だにしない。藁でできたはずの腕がまるで骨格を持つ生き物のように硬い角度で突き出されている。車のライトに照らされたその姿がどうしても人間の待ち構える仕草にしか見えなかった。アクセルを踏み直した。このまま突っ切るかもしれない。早く道を抜けないと。だが車が動こうとした瞬間、ザッ、ザザッと後方の闇で何かが走るような音がした。振り返るのが怖くてミラー越しにそっと確認する。後ろにもかかしが立っていた。どれだけライトを遠くまで伸ばしてもそこに人影はなかったはずだ。なのに今はさっきと同じ布で顔を覆ったかかしが道のど真ん中に立っている。距離はほんの15メートル。さっきより近い。しかも布の顔の中央にあった黒い穴がわずかに開いている。息が止まりそうになった。前方にもかかし、後方にもかかし、挟まれてしまった。道の左右は深い田んぼ。U ターンもできないし、逃げようがなかった。ライトを弱めると、かかしの輪郭がじわりとにじむ。布の奥に何かがうごめくのがわかる。人の顔が隠れているというより、顔が最初からない。その空洞の奥で何かがこちらを見ている。と次の瞬間、前方のかかしが足を一歩だけ前に出した。藁でできた足が硬い地面に確かに踏みつけた。藁ではありえない音。コツッと人のつま先で踏むような乾いた音。背筋が一気に冷たくなった。頭のどこかが理解した。これはあくまでかかしの形をしているだけの何か。恐怖で視界がにじみ、アクセルを踏み込んだ。どんな形であれ、まだ前は空いている。すり抜けられる距離はわずかでも突破するしかなかった。ギアを入れ、車が動き始めた。だがその瞬間、車体の屋根で音がした。トン、トン、トン。軽いが歩くリズムのような音。まるで誰かが屋根の上をゆっくりと歩いている。絶対に見てはいけない。そう直感したが、視線が勝手に窓の方へ向いてしまった。そこにはかかしの布の顔が水平に滑るように並んでいた。外を走れるはずのないかかしが窓に沿うように速度を合わせてきている。布の下の黒い穴が俺の顔の高さにある。
至近距離だ。怖すぎて涙がにじんだ。もう前を見て走るしかない。このまま止まったら絶対に終わる。そう思ってアクセルを踏み込んで、かかしの肩をするようにしてすり抜けた。布の表面がフロントガラスをかすめ、藁の束がミラーを叩いた。その時、バサッと何かが車体の上に落ちた。次の瞬間、車内灯だけが一瞬だけつき、助手席に藁の指のようなものが落ちた。人の指ほどの太さの藁の束。だが先端が爪の形に削れている。自然にちぎれた藁ではない。これは意図的に形を作られたものだった。拾い上げようとした瞬間、助手席の足元で藁が動いた。床マットの上で藁の束がうごめいている。まるで何かに使われていた余った指だけが車内に転がり込んできたように。呼吸が荒くなる。早くこの道を抜けなきゃ。そう焦って前を向いた瞬間、心臓が止まりかけた。またかかしが前に立っていたんだ。どう見てもさっきすれ抜けたものと同じ。布の顔の黒い穴がさっきよりも大きく開いている。そして穴の奥で何かが動いている。それが口の形を作っているのが分かった。入れ。はっきりと聞こえた。間違いなく聞こえた。かかしはもう人ではない何かに変わり始めている。急いで脇道に目をやった。普段なら絶対に入らないような細い未舗装路。でも行くしかない。かかしの前はもう通れない。左へ急ハンドルを切り、脇道に飛び込んだ。泥を巻き上げながら細い道へ滑り込んだ瞬間、バックミラーの端で、かかしがこちらに向かって走り始めるのが見えた。藁の足なのに、車より速い。息が詰まった。この道の先に逃げ道はあるのか。それとももっと深い場所へ連れて行かれるのか。俺はまだこの時知らなかった。この脇道こそが、かかしが招き入れようとしていた場所だった。脇道へ入り込んだ瞬間、世界の空気が変わった。湿った土の匂いが急に濃くなり、ヘッドライトが照らす先は、背丈を越える雑草で両脇が塞がれている。舗装はなく、泥と砂利が混じった細い道。タイヤが取られ、スピードが出ない。後ろを確認する。バックミラーの奥、農道の入り口にまたかかしが立っていた。さっきまで田んぼの中央にいたはずのそれが、今は脇道の入り口に移動している。しかも布の顔の黒い穴はさっきより大きかった。縦に裂けたような形になって穴の奥がぬらりと揺れている。やばい、来る。アクセルを強く踏み込むが泥の抵抗で思うように進まない。それでも必死に車を前に押し出した。だがすぐに気づいた。この脇道、どこまで行っても同じ景色だ。左右は雑草、地面は泥。ライトが照らす先に曲がり角の分岐もない。一本道のはずなのに前方の草の揺れ方がさっきと同じに見える。まるで道がループをしているような感覚だった。喉が渇き、背中がびっしょり濡れた。焦りで呼吸が乱れ始めたとき、背後から音がした。ザッ、ザッ、ザッと規則的な足音。藁で歩くとは思えない、はっきりとした人の足音。俺はミラーを見る。かかしが歩いていた。泥を踏むたびに藁の体がわずかに揺れる。速度はゆっくりだが、歩幅が異常に長い。あっという間に距離が詰まった。穴の奥で何かが動いている。黒い穴の形が笑っているように歪んだ。
恐怖で涙が出そうになり、前へ逃げないと、そう思って顔を戻した瞬間、前方にもかかしが立っていた。完全に一本道を塞ぐ位置。ライトで照らされた布の顔の中央には縦に裂けた穴。そこから白い指が一本、ニョキッと突き出てきた。藁ではない、人の指だ。爪のついた白い生の指。それが布の穴から生き物のようにゆっくりと外へ伸びてきている。ふざけんな！反射的にハンドルを左右に切ったが、脇道の幅は狭く、どこにも逃げ場はない。バックしようかとミラーを見た瞬間、心臓が止まりかけた。後ろのかかしがもう車のすぐ後ろにいた。距離にして2メートル。ありえない速度だ。そのかかしの顔の穴からも白い指が何本も伸びてきている。まるで獲物をつかむみたいに、外へ手を出しているみたいに。このままじゃ挟まれる。終わる。パニックの寸前の中で、脇道の右側にわずかな切れ目があるのに気づいた。草が倒れていて、車がギリギリ通れそうな細い獣道のような隙間。もう選択肢はない。そこへ突っ込むしかない。俺はハンドルを切り、草を押しのけながら細道へと進入した。その瞬間、車体の右側を何かがガリッとこすった。鏡越しに見えたのはかかしの腕。伸びた指が車を掴もうとしていた。車体を揺らしながら細道へ突破する。藁の束がミラーに絡まり、バサッとちぎれ飛んだ。しばらく走ると急に視界が開けた。脇道の出口だ。両方には見慣れた県道の風景。車の通る声も聞こえる。助かった。そう思った。だがふとバックミラーを見ると全身の血が冷えた。細道の暗闇の奥にかかしの顔がぎゅうぎゅうに詰まってこちらを向いていた。無数の布の顔、無数の黒い穴、全部が同じタイミングで首を傾ける。その瞬間助手席の足元でカサッと音がした。怖くて見たくなかったが、ゆっくりと視線を向けると、さっき落ちていた藁の指が勝手に立ち上がった。藁なのに骨を持った指のように一本ずつ動き始めた。そして俺の太ももにそっと触れた。その瞬間頭の中に声が流れ込んできた。連れて行けた。あなたもこっち。慌てて車を跳ねるように押し出し、県道へ飛び出した。後ろを見る勇気はなかった。家に帰って車を降りたとき、足は震えていた。助手席を確認する。藁の指はもうなかった。落ちていない。座席にも床にもない。ただ一つだけ見つかった。助手席のシートの糸が内側から引っ張られたようにほつれていたんだ。布の隙間からわずかに茶色い藁が覗いていた。かかしはまだ俺の車に乗っている。送別会は駅前の居酒屋で開かれた。金曜日の夜で店内は騒がしく、笑い声とグラスのぶつかる音だけが混ざり合っている。俺は二次会を断って店を出た。終電にはまだ間に合う時間だったはずだ。酔いはあるが足取りはしっかりとしている。改札を抜け、ホームへ向かう階段へ差し掛かったとき、違和感に気づいた。電光掲示板の表示が消えている。アナウンスも流れない。人はいるのに誰もざわついていない。時計を見ると終電までは数分ある。なのにホームへのシャッターは半分降りていた。駅員の姿は見当たらない。
理由も説明もないまま帰れないことだけが確定している。仕方なく外へ出ると、駅前のロータリーは妙に静かだった。この時間なら酔った客とタクシーで混雑しているはずなのに、一台だけポツンと止まっている。俺の他に客はいない。運転手と目が合った瞬間、後部のドアが開いた。手を挙げた覚えはない。俺は誘われるように乗り込んだ。シートは妙に冷たく、さっきまで誰も座っていなかったような感触だった。まだ行き先を言っていないのに、車は静かに動き出す。〇〇町ですね。俺の自宅の住所だった。思わず前のシートに身を乗り出す。え？まだ何も言ってませんよ。運転手はミラー越しにこちらを見た。表情は読めない。いつも通りですから。その言い方が妙に引っかかった。まるで何度も乗っているみたいな口ぶりだったんだ。窓の外を見ると、駅前の明かりがもう見えない。発進してまだ数秒しか経っていないはずなのに、景色が変わりすぎている。その時スマホが震えた。本日のご乗車、ありがとうございます。と知らない会社名が表示されている。俺は配車アプリなんて入れていない。背中にじわりと汗がにじむ。ミラーの中で運転手の口元がわずかに動いた。今日は遅かったですね。その言い方に説明のつかない不安が残った。車は高架下を抜け、見慣れたはずの帰宅ルートへと入っていく。酔いはさっきより冷めていた。妙に頭が冴えている。いつも通りってどういう意味ですか？できるだけ普通の声で聞いたつもりだったが、自分でもわかるほど硬かった。運転手はすぐには答えない。ミラー越しにこちらを一度見てから、前を向いたまま口を開いた。ここ半年、この時間帯ですよ。そんなはずはない。俺は終電で帰る派だし、タクシーなんて数えるほどしか使っていない。そしてスマホがまた震えた。さっきと同じ通知画面。今度は乗車履歴を見るという表示が出ている。指が勝手に画面を開いた。履歴が並んでいる。日付、時間、料金、ルート。全部深夜1時過ぎ。全部自宅まで。しかも週に一度のペースで半年分きっちりと残っている。だが俺にそんな記憶は一つもない。スクロールをしていると備考欄に小さな文字があるのに気づいた。同乗者あり。喉が渇いた。俺はゆっくりと顔を上げ、ミラーを見る。そこには俺の顔が映っている。だがそのすぐ横に、ぼんやりとした影が重なっていた。髪の長い輪郭、肩のあたりまで垂れた黒い影。はっきりとは見えないが、確実にいる。誰か乗ってますよね。思わず声が漏れた。運転手は小さく笑った。車内の空気が重くなり、窓ガラスに映る自分の姿がほんの一瞬だけ二重にぶれた。肩のあたりがわずかに沈む。誰かが体重をかけているような、そんな感覚だった。振り向きたいのに首が動かない。運転手の声が静かに落ちた。もうすぐ入れ替わりですから。入れ替わり。その言葉だけが妙に鮮明に残った。車はゆっくりとマンションの前に止まった。
見慣れた建物のはずなのに、窓の明かりがほとんど消えている。深夜とはいえ、こんなに暗かっただろうかと一瞬だけ考えた。メーターを見る。料金表示は出ていない。数字の代わりに横線が静かに点滅している。おいくらですか？運転手は前を向いたまま答えた。もう生産は終わっていますよ。え？いつですか？毎回です。意味が理解できなかった。そして後部のドアが自動で開いた。外の空気が流れ込み、なぜか少しだけ安心する。車を降りて建物を見上げた。自分の部屋の明かりがついていないのはいつも通りだ。ふと違和感を覚えて振り返った。後部座席にはまだ誰かが座っている。長い髪、スーツ姿。こちらを向いた顔は俺だった。表情の抜けた疲れ切った俺。運転席から声が落ちる。今日は成功ですね。その瞬間、足元がふっと軽くなった。視界が一瞬暗くなり、次に目を開けた時には景色の位置が違っていた。俺はハンドルを握っている。バックミラーに映るのは後部座席に座ったさっきの俺。混乱したままドアを押している。そして口が勝手に動いた。〇〇町ですね。俺の声なのに運転手の声だった。後部座席の俺がこちらを見る。何かを言おうとしてやめた。やがてドアが開き、俺は外へ出る。振り返った瞬間に目が合った。今度は運転席の俺がわずかに笑った。ドアが閉まり、車が静かに発進する。その時スマホが震えた。画面に通知。次回のご乗車予定、明日23時58分。車は駅前へと向かっていく。ロータリーには送別帰りの男が一人立っていた。少し若い、半年前の俺だった。あの夜の空気を思い出すだけで胸がざわつく。参道の駐車帯で寝ただけなのに、あんなものに気づかれてしまったんだと思うと、今でも背筋が冷える。その山は地元で山主がいると言われていた。山の神とか動物の霊とか、そういう優しい言い方ではない。この山は人を見ている。と年寄りが口にする場所だ。俺は遠出の帰り、眠気が限界になってしまい、たまたま広い駐車帯を見つけて車をそこに止めた。本来なら深夜の山で車中泊なんて絶対やらない。けどあの時は気が回らなかったんだ。エンジンを切った瞬間、空気が一気に重くなったのを覚えている。静かじゃない。静かすぎるんだ。虫も鳥もいないし、風が止まって空気だけが生き物みたいにまとわりついてくるんだ。ライトを消すと闇が窓に押しつぶされるように張り付いた。街灯なんてどこにもない。山の輪郭すら見えない。俺はシートを倒して少しだけ休もうと目を閉じた。その瞬間だった。コトンと車の天井が軽く叩かれた。石が落ちた？それとも鳥？そう思って起き上がったが、天井に何も触れていない。耳を澄ませた瞬間、車の右側の闇がぐっと濃くなった気がした。山の斜面はライトを消すと
何も見えない。けれどそこに誰かがいるとわかる気配があった。足音も呼吸もない。ただ視線だけが刺さるように向けられている。背筋を撫でられるような不快感で、俺は窓をわずかに開けて外の空気を吸おうとした。その瞬間、ザリッと斜面の土が誰かの足でゆっくり押しつぶされるような音がした。一歩、また一歩、誰かが斜面を登ってくる。俺は静かに窓を閉じた。鍵の音がやけに響いた。暗闇の奥から何かがこちらへ歩いてくる。ライトもなしに迷わずまっすぐ車へ向かって。次の瞬間、闇の中にこちらを覗き込む白い顔の形だけが浮かんだ。人間かどうかわからない。ただ目の位置のあたりが深い穴みたいに黒かった。そして車に張り付くようにして動かない。心臓が跳ねた。その顔の形はまるで自分の匂いを嗅ぐように窓をゆっくりとなぞってきた。この山は人を見ている。年寄りが言っていた理由がこの瞬間に分かった。白い顔の形はしばらく窓に張り付いたまま動かなかった。息遣いは聞こえない。目も口も鼻もないのに、顔だけという存在感だけがずっとそこにあった。俺はシートに沈み込んだまま動けなかった。やがてそれは窓をスッと滑るように横へ移動した。まるで俺の存在をゆっくりと確かめるように。その動きに合わせて車の外を包む闇も一緒に揺れた。影じゃない、山そのものが息を吐いているような揺れだった。そして車の後ろへ回った。そこで、コン、コン、と軽く車体を叩く音。叩かれているというより、呼んでいるみたいだった。やめろ。小さくつぶやいた声が震えていた。すると今度は車の左側、さっきとは逆の斜面で、ザリッと何かが登ってくる音がした。一体何体いるのかわからない。気配が左右から同時に近づいてきて、車を囲むように動いている。そして後部座席のドアの外で誰かが立ち止まった。音はしない。匂いもしない。でも誰かがいる。その存在が車の中を覗き込んでいるのが分かった。ドア越しにコツッと一度だけノックされた。それは人間のノックの仕方とは違っていた。軽いのに妙に深く響く。山の地面そのものを叩いたみたいな重さがあった。俺は息を止めたまま固まった。次の瞬間、車が傾いた。外から何かが後部のバンパーをぐっと押し上げた感覚。まるで巨大な手で車ごと持ち上げようとしているみたいだった。サスペンションがきしむ。シートが揺れる。心臓が跳ねる。窓の外で砂がゆっくりと落ちる音がした。斜面を崩しながら何かがさらに近づいてきている。その時だった。天井の上からトットットッと歩く音がした。鳥でも獣でもない。二本足の重さのある歩き方。ゆっくりと前方へ移動し、運転席の真上で止まった。俺は無意識に目を閉じた。見たら終わると分かった。そして天井越しに、見てるぞ。と低い声が落ちてきた。声は山の底から響いてくるような、湿った土をかき混ぜたみたいな音だった。それは見ているのではなく、昔から見ていたと言っているようにも聞こえた。
そして天井の歪んだ鉄板がメリッと押し込まれた。上から誰かの指が食い込んでいる。このまま押し破られる。俺は震える手でキーを握った。天井に食い込んだ指はギシギシと鉄板を押し下げてきた。まるで車を皮ごと剥がそうとするみたいに、ゆっくり確実に力を込めてくる。金属の悲鳴が車内に響く。サイドミラーが震え、窓が細かくたわむ。逃げなければ、そう思うのに体が言うことを聞かない。その時運転手の横の窓に白い顔の形がぬっと近づいた。上下がわからない。黒い穴のような目の位置だけがまっすぐ俺の顔を覗き込んでくる。そしてガラス越しに何かが笑ったように見えた。音はない。なのに笑ったとわかった。天井の指と横の顔と後ろの斜面の足音、三つの気配が俺を中心に収束していく。まるで山そのものがお前を見つけたと息を吹きかけてくるみたいだった。天井がさらに沈んだ。金属がベキッと割れる音。このまま押し破られる。俺は叫ぶようにキーを回した。エンジンが爆発するようにかかり、ヘッドライトが山の斜面を照らした。その瞬間、白い顔の形だけが光の中でぬるっと溶けるように後ろへ引いていった。天井の指も押し下げたまま止まり、次の瞬間ボタリと外へ落ちた。まるで今は許すと言われたような気味の悪い間があった。俺はアクセルを踏み込んで駐車帯を飛び出して山道を全力で降りた。途中バックミラーを見るたびに後ろの闇が形になりかけているのがわかる気がして、怖くて一度も後方を直視できなかった。麓の明かりが見えたとき、ようやく息を吸えるようになった。安全な場所に車を止め、しばらく震えながら外に出て天井を見上げた。そこには巨大な指で押したような5本のくぼみがはっきりと残っていた。さらに後部バンパーには引きずったような土の跡が斜面の方向へと伸びていた。まるで途中まで本当に持ち上げられたみたいに。地元に戻ってあの山の話を年寄りに聞くと、俺の話を全部聞き終えた後、静かにこう言った。山の主は気に入った人間を覚えるんだ。一度見つかったらもう行かん方がええ。その言葉を聞いて全身に鳥肌が立った。俺はあれ以来あの山には近づいていない。夜になると車の天井がコトンと鳴る気がするからだ。あの日のバスツアーで最初に違和感を覚えた瞬間は今でもはっきりと覚えている。港に誘われて参加した旅は本来ならただのんびり景色を眺めるだけのはずだった。けれどその日の空気はどこかでねじれていた。乗客は俺と港以外ほとんどが中高年で静かな旅になると思っていたのに、最初の休憩を過ぎたあたりから車内の空気が急に重くなった。後ろの席の老夫婦が同じ方向を見続けていて、まるで何かに引っ張られるように目だけが揺れていた。港が俺の腕をつつき、運転席の上を指した。デジタル時計が
15分遅れていたんだ。搭乗員は、さっきまでは正常だったんですが、と小さく首をかしげた。道路の端には白い反射が一定の間隔で現れ、その度にバスがわずかに跳ねた。舗装のせいにはできないほど規則的で、むしろ何かを踏んだような感覚が残った。運転手がバックミラーを見る回数も増え、港は、後ろ、やばくないかと言ったが、俺にはただ単調な山の斜面が続いているようにしか見えなかった。その時、添乗員が突然マイクを握った。予定を変更して、ここで休憩いたします。予定表にはない場所だった。バスがゆっくりと減速をし、前方に古びた建物が浮かび上がった。看板はなく、外の明かりもないのに、内部だけがぼんやりと光っていた。あの日、ここからおかしなことが始まったんだ。バスが完全に止まると、車内は不自然なほど静かになった。エンジンの音が消えた瞬間、さっきまで感じていた揺れが嘘のようになくなり、耳の奥が詰まったような感覚だけが残った。添乗員は、15分だけ休憩です。と言い、先に降りていった。俺と港もそれに続いたが、足に地面をつけた瞬間、空気がひどく冷たいことに気づいた。夜でもないのに山の影が妙に濃く、周囲の音が吸い取られているようだった。建物は確かにドライブインだった。だが近づくほどに違和感が増していく。窓はあるのに中の様子が見えず、入り口のガラスには反射しか映らない。それでも中からは人がいる気配が確かにした。話し声ではない。食器が触れ合うような乾いた音だけが一定の間隔で響いていたんだ。中に入ると照明は薄暗く、客席には数人の影が見えた。さっきまで同じバスに乗っていたはずの老夫婦がもう席についている。それだけではなく、人数が合わないんだ。降りた時より明らかに人が多かった。それに港も気づいたらしく、小声で数を数え直していた。誰も騒がない。不思議なくらい全員がこういうものだと受け入れているようだった。壁に貼られたメニューは文字が薄れ、何が書いてあるのか読めなかった。それでも厨房の奥から調理をしている気配だけは続いていた。その時、背中の方で椅子が引かれる音がした。振り向くと、さっきまで立っていたはずの添乗員がいつの間にか客席に座っていた。目が合った瞬間、なぜか強く思った。ここは寄る予定じゃなかった。添乗員は椅子に座ったまま微動だにしなかった。腕は下に垂れ、背筋だけがまっすぐで、
店内の薄明かりに輪郭が浮かんでいた。俺が声をかけようとした瞬間、湊が袖を引いた。おい、見ろよあれ。客じゃない。視線の先、窓際の席に座る数人の影は、体の向きが全員全く同じ方向だった。店の奥ではなく、入り口でもなく、バスが止まっている方でもない。意味をなさない方角へ、顔だけをゆっくり向けていた。そして動かない。店内は調理音だけが響き続けているのに、厨房には人影が見えなかった。奥ののれんは風もないのに揺れ、皿が重なる乾いた音が途切れなかった。湊が囁いた。なあ、さっきの老夫婦、ずっと外を見てたよな。でも今は全然違う方向を向いている。てかさ、あれ、老夫婦じゃないだろ確かに服装こそ同じだが、背中の厚みも髪の量も一致しなかった。まるで同じ枠に別の何かがはめ込まれたような不自然なシルエットだった。俺たちは席には着かず、入り口に近い棚の影へと移動をした。そこから厨房の奥が少しだけ見える。のれんの向こう、薄い影が4つほど並んでいた。足がなかった。浮いているのではなく、床とつながっていない。影だけが漂い、規則的に前後へ揺れていた。その瞬間、湊が小さく息を飲んだ。あれ、後ろ、誰もいないぞ。振り返ると、他の乗客が一人もいなかった。さっきまで十数人はいたはずの空間が、まるで最初から空席だったかのように静まり返っていた。添乗員の姿も消えていた。椅子だけがわずかに揺れている。異常が確信に変わったとき、建物の外から音がした。バスのドアが開く音だ。俺は湊と目を合わせた。逃げるなら今しかない。バスのドアが開いた音がした瞬間、店内の空気が一段冷えた。逃げなければと分かっているのに足が動かない。湊は顔をこわばらせながらも俺の肩を押した。行こうぜ。ここにいたら戻れなくなる。出口に向かうとき、店内の影がゆっくりと首だけこちらへ向けてきた。角度がどれも同じで人間の動きではなかった。振り返った瞬間に見た厨房の奥では、足のない影が全員のれんの隙間からこちらを覗いていた。外は静かだった。山の風も鳥の声も車の音もない。バスだけがポツンと止まり、乗車口のライトが弱々しく灯っていた。乗るしかなかった。俺たちは走り、段差を踏み越えるようにバスへ駆け込んだ。
だが車内は空だった。乗客も添乗員も運転手もいない。座席はすべて整えられ、誰一人そこに座っていた痕跡がなかった。湊が震える声で言った。なあ、本当に俺ら、ここに着くまで一緒だったよな。いたよ。絶対にいた。そう言い切った瞬間、バスのライトが勝手に点灯した。同時にエンジンが低くうなり、ドアが閉まった。運転席には誰もいないのに、ゆっくりと前へ転がり始めた。止めようと近づいた時だった。運転席のミラーに人影が映った。バスの外、店の入り口に立つ細い影。見覚えがあった。さっき店内で動かなかった老夫婦の形をした何かがこちらをじっと見ていた。その後ろにもう一つの影が伸びていた。添乗員のそれだ。首が角度のままで戻っていなかった。俺は湊の腕をつかみ、座席に倒れ込むように身を低くした。バスは勝手に発進し、そのまま参道へと戻っていった。店は一瞬で闇に沈み、ライトの中から影が伸びて追いかけてくるように見えた。あれから数日経つ。ツアー会社に連絡をしても、俺たちが乗った便は記録にない、そう言われた。参加をした乗客の名簿にも俺たちの名前はどこにもなかった。